こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、波動を上げる方法をお伝えしたいと思っています。波動上げたいよね、波動。で、波動上げたいって思うと思うんですけど、どうやって波動を上げるかってことですね。で、本当まず最初に私たちは波動高い存在、高次元の存在なんですね。もともとはやっぱ誰もが創造主であって波動って高いと思うんですよ。だけどその波動を下げているものがあると思うから、その波動が下げてるものを、取り除いたりとかしていくといいと思うんだけど、一番じゃあ自分が今波動が高いのか低いのかっていうところでどこを基準に見ればいいかっていうところなんですけど、心地いいか心地悪いかっていうところが一番のバロメーターですね。今心地いいってことはもともとの高い波動に自分がいられてるっていうことで、心地悪いことが日常に多かったり心地悪い今状態にある場合は波動が落ちているっていうことですから、ここに対して自分自身が意識を向けて、そのなんていうのかな、心地悪さを心地よくしていく。実はこれだけで自分自身の波動って戻っていくと思うんですよ。もともと高いですから。だからいつも私自身が波動を整えるとか言ってますけど、心地いい波動にいつも同調してられるように、心地よくいられる。だから心地よければ波動高いってことなんですよね。で、波動が高ければ全てうまくいっちゃうんですよ。いろんなことが本当にうまくいっちゃうから、高い波動、高波動を保ち続けるっていうのがすごい大事だと思うんですね。そう。じゃあね、この心地悪い人はどうすればいいかってことなんですけど、やり方をね、今お伝えしたいと思います。大体、波動が、落ちてたりするっていうのは、大体ですね、心地悪くなってるのは大体誰かの波動を拾ってるっていうか、私たちはエネルギー体ですから、誰か思い込みみたいなものとか、なんかそういう人のエネルギーとつながって、エネルギーとエネルギーが、マッチングしちゃって、でそれでその人からのエネルギーの影響を受けてたり、自分自身もその人に影響を及ぼしてたりっていう感じで、やっぱりエネルギーとエネルギーがつながってると波動が落ちるっていうところがあると思うんですね。これは別にその他人だけではなくて、子供とか旦那さんとか家族とか多いですね。執着みたいになってて、それで波動を落としてたり苦しくなってたりっていうのがありますので、そのあたりのところを、エーテルコードカットをすることによって、そのエネルギーの線をお互いにこうちょっと切ることによって波動が元々の波動に上がっていくっていうことがありますので、それをやっていただいたりとか、あとはやっぱりポジティブに自分自身の意識を今心地よければ心地いい状態をずっと保ち続ける意識の中で、なるべくポジティブに自分自身の意識、気持ちを持っていくようにしていくといいと思うんですね。ってことは、心地悪い情報とか心地悪くなるようなものっていうのは波動が低いわけだから、そのあたりをどこを選ぶかっていうところで基準が出てくると思うんですけど、心地悪いものをやっぱり自分が取り入れていると波動が落ちるっていう、すごく分かりやすいと思うんですけど、やっぱほんとシンプルにそこに行き着くんだと思うんですね。なるべく自分が心地よくいられるように、自分自身が選ぶものをやっぱりなんていうのかな、選んでいく選ぶものを選んでいく、心地いいものにしていくってことですね。あと心地いい、範囲内でいろんなことをやるっていうのかな。いろんなこと頑張ったりすると思うんだけど、なんか頑張ったりするのもさ、結構やりすぎちゃったりしてヘロヘロになったりするから、自分がいろんなことやるときに心地いい範囲内でやるって、これはやっぱりそれをだから心地よさを保ち続ける、高波動を保ち続けながら行動したりする時もそうですし、なんかやる時に心地よさの範囲内でやる、ここがすごい私はなんかしっくりきたっていうか、これいいな。これをね、エイブラハムを見てて、なんか今ね、願望実現のやつをすごく自分が研究してんだけど、
結構いろんなことが叶ってるんですけど、そのあたりのところを本当にねこう言葉として伝えたいなと思って、やっぱり波動なんだけど、なんかいろんなことをやっぱ心地いい範囲内、自分が心地いいか悪いか、やっぱ心地が悪くなるってことは波動が落ちるから、願望実現もそうだし、自分の現実っていうのは波動が落ちちゃうから現実が動きづらくなるんだけど、心地よければ心地いいものを自分が選択して心地よくなるようにしていけば、自分自身の現実っていうのはやっぱりもう高波動を保ち続けられるから、願望も叶っていくし、自分の思い通りになっていくし、平和だし楽しいしこれが一番簡単だなって思ったって感じですね。じゃあ今から、エーテルコードカット浄化をして波動を上げていきましょう。元々の波動に戻るっていうことなんですけど、簡単なのでね、一緒にやってみましょう。それでは、リラックスしていただいて、高次元の存在のミカエルを呼びます。これは別に自分の好きな存在、竜とかでもいいと思うんですけど、ミカエルっていう大天使78次元の存在なんですけど、私たちのサポートがお仕事なので、こういうエーテルコードカット、他人から伸びるものとかいろんなものとつながっている波動を落としているものを浄化したり、切ってもらうということがとても得意な大天使になりますので、ミカエルを呼んでやってもらいましょう。では、大天使ミカエル来てくださいって言いましょう。大天使ミカエル来てください。私から他人に伸びるエーテルコードを断ち切ってくださいって言いましょう。これでもうかなり上がるんですよね。もうすっきりする方もいると思うし、感覚が変わってきますね。そして、浄化してくださいって言いましょう。浄化お願いします。あと重い周波数を、浄化してくださいって言いましょう。重い周波数を浄化してください。いいですね。これでかなり、もうこれでもう元々の高次元高波動になってると思いますね。これだけでいいんですよ。だからやっぱり自分自身ってみんな創造主なんですよね。一人一人が創造主で高波動高次元の存在、それが結局なんか誰かやっぱりエネルギー体だから、エネルギーとエネルギーがつながってしまって、それで、自分自身がやっぱり何かに引っ張られたり引っ張ってみたりしながら、あと執着しちゃったりして波動が落ちているっていうことですから、こういう感じで切るっていうことが一つやり方になりますね。これでもう波動上がります。あとはなるべく、ポジティブに意識を向けるってことなんですけど、今現在心地よければ本当にそのままでいいと思うし、心地よさにまた上乗せしてポジティブにちょっと持っていくとより楽しいんですよね。やっぱこれがすごいなんていうのかな、私たちだなと思うんですけど、ネガティブなことに意識をね、前回の動画でも撮りましたけど、ネガティブなところに意識を向けるようなところがあると思うんだけど、もしネガティブに意識があったらもうそのままにしてたりするんじゃなくて、なるべくポジティブに変換していく。そこに潜在意識の書き換えブロック解除とか使っていくといいと思うんだけど、意識をやっぱりこうポジティブになるべく周波数を変えるように変換していくっていうことが波動を上げること、元々の波動に戻っていく。要は心地いい方がいいわけですから、心地いいところになるべく持っていくようにするといいと思うんですね。で今現在例えば今どうですか？心地いいですか？悪いですか？私は例えばですよ、じゃあこの動画が面白いかなと思ってちょっと気にするとするじゃないですか。大丈夫かなって。
で少しそれでこういうふうに思うってことはちょっと心地が悪くなるから少し波動落ちますよね。その時にこれをポジティブに変換していきます。でもみんなのこと好きだからきっと大丈夫だろうなとか、って思うともうふーって自分の波動が上がるのが分かりますね。あとやっぱり大好きだな、この時間大好きだな、本当にかけがえがなくてこうやってみんなに発信できることが嬉しいなってこうやって思うともうそれで波動上がっちゃうねだから気にしてる自分だとやっぱりさ心地が悪くて波動がやっぱこれで下がってたんだと思うんだけど、でも自分がこうポジティブにこう上乗せしていくっていうのかな、意識をこういうふうに考え方の転換をしていくだけでもうこれだけで意識を向ける部分をずっとなるべくポジティブな方に持っていくってことですね。ネガティブな方に持っていく癖があるような気がするんだけど、周波数引っ張られたりする時あるんだけど、結局これはもう訓練しかないっていうか、なるべく心地いいか悪いかで心地いいところに持っていくように自分自身が意識をするっていうのかな。これをやるだけでどんどん自分自身はやっぱ自己肯定感もすごい上がってくると思うし、これはもうある意味ブロック解除ですよ。高波動高次元を保つっていうのはこういうやり方でやっていただくとすごい簡単だと思うんですけど、ずっと自分自身が楽しくて豊かで楽しい方がいいじゃないですか。だからやっぱこう心地が悪い情報とか心地が悪いものを取り入れなくちゃって思ってる、もうこれの時点で分かりやすいと思うけど、波動低いものを自分がわざわざ引っ張ってこなくちゃって思ってるってことだから、心地が悪いものは自分にとっては必要ないものだし、波動が低いって思っていただくといいと思うんですね。心地がいいものは波動が高い。で波動が低くたっていいんだけど、そうすると現実がうまく回んなくなっていくんですよね、どうしても。でやっぱり自分が波動低いものを出し出すわけだから、そうすると自分の現実で体験するものも波動が低いものにどうしてもなってしまって、なんかうまくいかないな、あれどうなっちゃってんだろうってなっちゃうってことですね。から元気にポジティブに持っていくっていう、でもそれでもいいのかもね。でも心地悪さがあったらそこに対してやっぱ意識を向けて、なんだろう、どうやったら私は心地よくなるかなっていうところを見るっていうことだと思うから、なるべくやっぱりこうやって自分自身と向き合ったりポジティブに変換していくこと、あとはさっきやったみたいに高次元の力を借りてエーテルコードカット浄化をしていくと、あなた自身の元々の波動にどんどん戻っていって、やっぱ自己肯定感がもちろん上がりますし、自分自身の現実を思うようにどんどん進むと思うから、なるべくこういう感じで気分よく心地よくいていただけるといいんじゃないかと思います。心地が悪いっていうことにも慣れきっちゃってる方とかは、心地の悪いところからもう心地のいいところに変換していきましょう。心地悪いってことはもう圧倒的に波動が下がっちゃってるってことだから、だから現実うまくいかなくなってただけだからね。そういう時に潜在意識の書き換えなども使っていただくといいと思うんですけど、簡単に心地いいか悪いかで判断すればいいわけだから、自分自身に集中して心地いいものをどんどん取り入れていただけるといいんじゃないかと思います。分かったかなであとちょっとお知らせなんですけど、水曜日の多分9時ぐらいかな、ライブをまたやりたいと思っています。今回はかっくんとね、かっくんってどんな人かいきなりこの間ライブでかっくんが登場してたので、かっくんは私のいとこなんですけど、どんな人かとか紹介したり、なんかいろんなエピソードなどを、皆さんとお話ししたり、あとちょっとヒーリングライブをやりたいと思っていますので、水曜日の9時、もしかっくんが OK だったらだな、まだ話してないからすいません。あと今週の土曜日、私の恩師の、小原ゆきえさんがライブで出てくれますので、またサティさんみたいな感じで一緒にコラボしてみんなで楽しみたいと思っています。いろいろやりたいことっていうか、いろんな人にオファーして、要はさ、こうなんだよ、今を私たちって今っていうところをさ、みんな一生懸命生きてるわけじゃない。今っていうこの転換期の中、
でもこうなんていうのかな、自分と同じように一生懸命生きてて、そしてなんか目に見えないことを捉えている人たちがたくさんいて、その中のこういう個性の人がいるとか、こういう活動をしてるとか、なんかそういうのをみんなで共有したり、なんていうのかな、今を生きてる人たちをお互いにこう確認し合うみたいな、そういうのがすごいいいな、そういうことやりたいなと思ってますので、またライブやりたいと思っています。ぜひぜひ参加してみてください。じゃあね、波動を上げるっていうのはもともと自分自身は高いですから、戻すっていう意識でなるべくポジティブな方に意識向けていくこと、心地よくいること、心地悪ければ心地悪いその周波数からなるべく心地いい周波数に持っていくっていうのをやってみてください。ではまた撮ります。ではでは。